然ですが、子どもの不登校は改善されません。自己探求の旅、自分軸を見つける、内なるコンパス、自分軸を持つ意味とは。皆さん、自分を知る旅に出ましょう。こんにちは、ゆうりのマインドセットのゆうりです。私のチャンネルへようこそ。今日は自己探求の旅、自分軸を見つけるについてお話をします。自分軸とはマインドセットと似ていますが、自己理解や自己認識の中心となる概念です。自分の行動や決定を導くことを意味します。自分軸を持つことによって自己成長や自己実現を促進し、自己肯定感や自信を高めることができます。自分軸を見つけるためには、自分がどんな人間でありたいのか、どんな人生を送りたいのかといった自己の核となる部分を明確にすることが重要です。自分軸を持つことで自分の方向性を見失わず進むことができるだけでなく、他者との関係や環境との調和も楽になります。自分軸は自己成長や幸福感を築く上で重要な要素であり、日常の行動や決定において自分自身を軸に捉えることで自己実現を促進することができます。これに対して全く反対な効果を発揮してしまうのが他人軸です。他人軸とは、他者の期待や影響に左右されて自分の本当の気持ちや考えを抑えてしまう状態のことです。自分を大切にするよりも他人に合わせようとする傾向があります。自己肯定感や自己理解が不足し、自分を見失いやすい状態です。自分軸に移行するには、自分自身を理解し、自分の価値観や欲求を大切にすることが必要です。他人軸から抜け出し、自分軸に立つことで、より自分らしい生き方ができるようになります。日本人は他人軸の方が多いです。他人軸は自分の意見を我慢し、みんなに合わせようとする考え方です。みんなに合わせるというのは、一見良い人じゃないのと思う人が多いと思います。確かに完璧に自分軸を確立してしまうと、ただのわがままで自己主張する人になってしまいます。他人軸とは、人の期待に応える、周りの目が気になる、褒められることに価値を感じる、あの人は良い人だと言われたい、ノーと言えない、評価をしてもらうために頑張る、自分の意見が言えない、子供の頃から優等生でいるような人のことです。私の知人に他人軸の強い人がいました。彼女は常に不幸せだと言っていました。彼女には不登校の子供がいました。自分はこんなに頑張っているのに、不登校の子供がいるせいで、他の保護者から、あの人は子育てできていない、優しそうな顔してネグレクトなんじゃない、子供を甘やかしてるのじゃないのと陰口を言われたと言っていました。その陰口を彼女に伝えた人を含めて、可愛い彼女に嫉妬しているのではないかと私は思いました。でも彼女は、問題は自分の子供のせい、私は子供のせいで周りの評価が下がっている、私は頑張っているのに認めてくれない、子供に学校に行ってほしいと負のループに陥っていました。子供にもあなたのせいでと言っていたようです。当然ですが、子供の不登校は改善されません。他人の目を気にして子供と向き合っていませんでした。本当に気にするべきは、他人から見られている自分の評価ではないはずです。彼女の口癖で、言われた通りにやったのにこんなことになってしまった、私は違うと思ったけど従うしか選択肢はなかった、おかげで不幸になったというのが多いです。他人軸で生きると、自分で判断して決定していないので、失敗した時は他人の責任にします。これを多責思考と言います。多責思考の人は、自分は決して悪くないと考えがちです。自分で責任を取る発想もないのです。悪いのは他人なわけですから、自分が悪いと思わないのは自然な発想です。でも最終的に他人の意見を受け入れても、決定は自分で下していることに気づかないといけません。彼女の中に多責思考ももともとあったかもしれませんが、彼女を不幸にした一番の原因は、他人軸で考える思考をしていたからです。世の中で成功者と言われる人たちは自分軸を持っています。彼らに共通するのは、失敗した時は自分の責任、成功した時は周りの人たちのおかげという考え方です。自分軸の人は自責思考です。他人の責任にはしないので、次はどうやったら失敗しないかを考えます。成長マインドセットと同じで、常に失敗を成長の糧にします。個人軸を持つことで、自分の価値は自分で決めることができ、他人の誹謗中傷にも強くなります。
自分の決断した気持ちがフラフラしません。自分を満たし、初めて周りの人に愛を注ぐことができます。自分軸を手に入れることは、自分の中にコンパスを持っているのと同じです。常に自分がどの道を行くのか迷わなくなります。人生の迷子にならないよう、自分の中に自分軸を持ちましょう。あなたの価値を決めるのに、あなたのことをよくも知らない他人に任せていいのですか？あなたの価値はあなた自身で決めましょう。今日は自己探求の旅、自分軸を見つけるについてお話ししました。最後までお聞きいただきありがとうございました。もし役に立ったらチャンネル登録をしていただくと励みになります。通知設定をオンにして最新情報をお楽しみください。次回の動画もお楽しみに。私と一緒にポジティブな私になりましょう。